あなたの月々の給料が突然 30% 増えたら嬉しいのか。でもね、同じ日本の消費者が買う商品の値段も 30% 上がるのだ。今英国で起きているのはまさにこれ。ラボル首相が最低賃金を 30% 引き上げたのだ。 30% ですか？それって給料が3万円だったら9000円上がるってことですか？でも企業ってその分をどこから捻出するんですか？その通りなのだ。今日は英国で起きている労働法改革が日本の給料、物価、企業経営にどう波及するのかを掘り下げるのだ。最後には日本が取るべき選択肢も見えてくるのだ。まず背景を整理するのだ。英国のラボル首相は2024年の政権交代直後から労働者の生活水準を上げるを政策スローガンに掲げていたのだ。公約通り、今年2026年の春に最低賃金を 30% 引き上げることを決定したのだ。ラボル首相って確か左派ですよね。だからこそ、労働者優遇という公約を本気で実行するんですか？その通りなのだ。ラボル政権はトリクルダウンを狙っているのだ。労働者の給料が上がれば、彼らが消費を増やす。そうすれば企業の売り上げも増えるという理屈なのだ。でも現実はもっと複雑なのだ。複雑というのは、企業が給料分を値上げで回収するってことですか？例えるならシーソーなのだ。労働者側がぐっと上がれば企業のコスト側がぐっと下がらないと均衡が取れない。企業は下がらないから消費者側がその重みを引き受けるのだ。つまり値上げになって労働者に戻ってくるのだ。英国の中小企業が悲鳴を上げているのだ。労働集約的な産業、例えば小売店や飲食店では労働コストが売上の30、40% を占めるのだ。30% の引き上げは営業利益をほぼ消し飛ばすのだ。つまり中小企業は給料を払えるか、商品を値上げするか、店を閉じるかの3択を迫られるんですか？その通りなのだ。そして大手企業ならスケールメリットで吸収できるかもしれない。でも町のカフェや小さな工場は値上げに踏み切るしかないのだ。結果として消費者が負担する物価上昇率も 30% に接近する可能性があるのだ。でもそれって給料が上がってもその分全部物価で消えちゃうってことですね。労働者の実質賃金は変わらないってこと？そこが僕が最も懸念しているポイントなのだ。ラボル政権の狙いは労働者の生活向上だったはずなのに、結果としてはインフレによる実質賃金の目減りが起きる可能性があるのだ。これは経済学の根本的な矛盾なのだ。では日本への影響を見るのだ。日本の企業の中にも英国で子会社や工場を持つ会社が多いのだ。トヨタ、ホンダ、ユニリーバ系列の日本企業など、彼らのコスト負担が増えれば日本本社の業績にも響くのだ。つまり英国での給料引き上げが日本の給与、ボーナスにも影響を与えるってことですか？その通りなのだ。今日本の会社員の平均月給は約35万円。もし親会社の英国での利益が 20% 減少したら、日本での賞与カットやベースアップ見送りが起きるのだ。つまりもらえるはずだった給料が4、5万円減る可能性があるのだ。ちょっと待ってください。それって賃金引き上げの悪い側面ばっかりですよね。労働者を守る側面もあるんじゃないですか？鋭い指摘なのだ。もちろん低賃金労働者を守る側面もあるのだ。生活費が上がった時代に時給が上がらなければ生活は苦しくなるのだ。だから適切な賃金引き上げは必要なのだ。ただ 30% は過度な可能性があるのだ。覚えているのか、冒頭で給料が 30% 増えて物価も 30% 上がったらという話をしたのだ。それは理想的なのか、それとも誰かが損しているのか。実は労働者以上に低所得者層が物価上昇で打撃を受けるのだ。ああ、つまり相対的な不平等が拡大するってことですね。給料が上がった人はいいけど、年金暮らしとか固定収入の人は物価だけ上がって損するってわけだ。整理するのだ。英国の最低賃金 30% 引き上げは一見労働者優遇に見えるけど、実は複雑な経済的連鎖を生み出しているのだ。給料は上がるが物価も上がり、
結果として低所得者層の負担が増える。これが労働政策の落とし穴なのだ。つまり日本は英国の失敗から学ぶという選択肢を得たってことですね。そこなのだ。日本の課題はどの水準で賃金を上げるかなのだ。アベノミクス以来、日本政府は 2% の賃金上昇を目安にしてきたのだ。慎重すぎるという批判もあるけど、英国の 30% という急激な引き上げと比べると、むしろバランス型と言えるのだ。でも 2% では労働者が不満ではという声もありますよね。低賃金労働者からすると。その通りなのだ。理想は段階的、継続的な賃金引き上げと生産性向上による企業利益増加の両立なのだ。英国のように短期間での急激な引き上げはインフレを加速させ、最終的には低所得層を傷つける可能性があるのだ。つまり日本は英国の失敗例を見ながら自分たちのペースで慎重に進める方が賢いってことですね。その通りなのだ。そしてもう一つ重要なのだ。労働者の給料を上げる、物価を安定させる、企業の競争力を保つという3つのバランスなのだ。どれか一つを優先させると必ず別の誰かが損するのだ。それが経済の現実なのだ。コメント欄であなたなら3つのどれを優先するか教えてほしいのだ。明日は英国のコスト危機の続編を見るのだ。ユーロ圏がこの賃金とインフレの連鎖にどう対処しているか、日本へのポジティブな解決策を掘り下げるのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。